カンバラを聞こう。皆さんこんにちは。안녕하세요。風花です。3月も中旬に入りまして、今年は本当に花粉が大変ですよね。私は花粉症はそんなにひどくないんですけれども、先日結婚式に参列するために久しぶりに遠出をしたらちょっと花粉にやられましたね。やっぱ外にいる時間が長いと花粉症出てきます。鼻の奥が腫れて重くなるんですよね。で、喋ってる分にはそこまで鼻声ではないんですけれども、歌うとどうしても声の抜けが悪いというか、響きに霧がかかったようになってしまって、この時期は声のコントロールに苦戦しております。前回2月末のトーク会の冒頭で寒さも和らいできましてみたいなお話をしたら、リリースの直前の週末に突然寒波が来てですね、ちょっと焦りました。幸いにもリリースの当日は暖かくてちぐはぐな内容にはならなかったんですけれども、この時期に事前収録で天気の話をするのはちょっとリスキーなんですけれども、毎年忘れてしまうんですよね。さて、今回は久しぶりにお気に入りのドラマを紹介したいと思います。今週の歌会ではまこぺこさんからのリクエスト曲 Born to Love For Love という曲をカバーするんですけれども、この曲が私たちのブルースというドラマの OST なんですね。まこぺこさんがメッセージの中に、今年見たドラマ上位入賞作品で類活部門においては優勝ですと書いてくださっていて、実は私も気になっていたドラマだったんで見てみたところ、これがとても良かったんです。賢い私生活のようなヒューマンドラマ系が好きな方はきっとハマると思います。ということで、今週はまこぺこさんウィークでお届けいたします。今回のトーク会ではネタバレしない範囲でドラマ私たちのブルースの魅力を語りたいと思います。まず概要をお話ししますと、私たちのブルースはチェジュ島を舞台に様々な登場人物の人生の物語が描かれるヒューマンドラマです。全20話なんですけれども、オムニバス形式なので3話ずつくらいでメインに描かれる主人公が変わるんですね。でも全く違う話の寄せ集めというわけではなくて、それぞれの登場人物の関係が少しずつつながりながら物語が進んでいきますので、この構成自体がね、まずユニークなんですよ。なんと主人公だけで14人いるそうです。人生にはライフステージごとに転換点があって、それに伴う悩みや課題がありますよね。例えば進学や就職、結婚、出産、家族関係、病気、そして人生の終わりなどですね。それぞれライフステージが異なる登場人物たちがみんな人生の転換点を前に悩んでぶつかり合いながらも支え合って生きていく様子が描かれています。脚本はノ・ヒギョン先生なんですね。ドラマ大丈夫愛だ、映画ビューティーインサイドなどが代表作で、韓国を代表する名脚本家のお一人です。私もノ・ヒギョン先生の作品はとても好きで、登場人物や人間関係の描き方が非常に丁寧なんですよね。ドラマの定番のストーリーの一つに、最初は素行が悪い登場人物が素敵な人と出会うことで徐々にいい人になっていくみたいな定番の展開がありますよね。ノ・ヒギョン先生の作品にもそのような展開は出てくるんですが、その素行の悪い登場人物がなぜ今そうなっているのか、そこに過去のトラウマや傷がどう関係しているのか、そしてその人が変わっていくことによって周りの人間関係がどう変化していくかなど、その過程がより詳細に描かれるのが特徴だと思いますね。脚本がいいので出演俳優さんがみんな熱演することでも有名で、俳優たちの能力を最大限に引き出してくれる脚本家とも言われているそうです。私たちのブルースは2022年の4月から6月まで韓国のケーブルテレビ局 TVN で放送されたドラマで、
日本ではネットフリックスで配信されています。私もネットフリックスで見ました。制作発表の段階で出演俳優が非常に豪華なことで話題になっておりました。イ・ビョンホンさん、シン・ミナさん、キム・ヘジャさん、チャスンウォンさん、キム・ウビンさん、ハン・ジミンさん、イ・ジョンウンさん、オム・ジョンファさんなどなどですね。皆さんドラマの主役レベルの俳優さんが集結しているんですよね。制作発表会が何かの授賞式かなって思うぐらい、そうそうたる俳優さんたちが出演されております。なのでそもそも演技力が高い俳優たちがキャスティングされている上に、俳優たちの能力を最大限に引き出す脚本家の脚本ということで、最初から最後まで演技のクオリティが非常に高い作品でございます。ドラマの最初の3話がウニとハンスの物語で、ウニ役をイ・ジョンウンさん、ハンス役をチャスンウォンさんが演じているんですが、この最初のお話での2人の演技が素晴らしくて、私は一気にストーリーに引き込まれました。イ・ジョンウンさんは映画パラサイトで家政婦の役を演じて有名になった方です。チャスンウォンさんはドラマや映画に多数出演されているので、ご存知の方も多いと思います。私はチャスンウォンさんが大好きで、ドラマも映画も結構見てますし、バラエティの3食ご飯も全部見たくらいなんですけれども、チャスンウォンさんって濃いキャラクターを演じることが多いイメージだったんですね。もともとはモデル出身ですごく背も高くて華やかなオーラをまとっている方なんで、ドラマ最高の愛でのトッコジンさんとかファユギの魔王の役とかですね、はっきりしたキャラクターを表現するのが得意な俳優さんだと思っていたんですよ。でもこのドラマ私たちのブルースでは完全にその華やかなオーラを消しているんですね。チャスンウォンさんなのに全然かっこよく見えないんですよ。かっこよく見えないって言うとちょっと語弊があるかもしれないですね。造形自体は美しいんですよ。お顔は非常にイケメンなのにかっこよく見えないんですね。まずこれがすごいです。ウニとハンス編でチャスンウォンさんはキロギアッパを演じています。キロギアッパーというのは子供に高度な教育を受けさせるために母親と一緒に海外留学をさせて、自分は国内でというか韓国国内ですね、一人暮らしをしながら仕送りをする父親のことを指す韓国語なんですね。で、ネタバレにならない程度に内容をお話ししますと、キロギャッパのハンスさんは一人娘を母親と一緒にゴルフ留学させてるんですね。銀行で支店長として働きながら仕送りをするんですけれど、自分の月給だけでは足りなくて、家族や友達にお金を借りながら送金してなんとか娘の留学を継続させています。自分の夢と人生のすべてを娘の才能にかけて、娘の成功だけを夢見てひたすら現実に耐えているという人物なんですね。でもそんな中で娘がスランプに陥ってしまって、さらにお金が必要になってという中で、高校時代の友達のウニさんと再会します。ウニさんは若い頃から始めた事業が成功してお金はたくさんあるんだけれども、恋愛する暇もなく必死に仕事に打ち込んで兄弟を養ってきた女性なんですね。そしてウニにとってハンスは高校時代の初恋の人なんです。一番輝いていた時代に同じ思い出を持っている2人がこういう状況の中で出会うんですね。で、その後の展開はぜひね、ドラマをご覧になってみてください。働いても働いてもお金が足りなくてギリギリの生活を続けているハンスさんは人生に疲れ切っている様子なんですよね。高校時代はスポーツ万能のキラキラしたイケメンで、今も顔の造形自体は美しいはずなのに瞳に覇気がなくて、どこか自信がなく情けない、顔では笑っていても心からは笑えない、そんな状況をチャスンウォンさんがとても丁寧に表現しています。ウニ役のイ・ジョンウンさんも社長としての顔と初恋の人を目の前にした時の表情と全然違うんですよね。このお二人のケミストリーがまず見どころでございます。
私は結構韓国ドラマで離脱してしまうことが多いんですよね。基本的に韓国ドラマって20話くらいあって長いので、ストーリーの滑り出しがゆっくりなことが多いですよね。だいたい6話ぐらいから話が乗ってくるんですけれども、最初の3話くらいを見てそれ以上進まなかったっていうドラマも実は結構あります。そういった点でも私たちのブルースはオムニバス形式ということもあって、第1話から結構勢いがあるので、韓国ドラマが長くて離脱しがちという人でも楽しめると思います。個人的にはイ・ビョンホンさんとシン・ミナさんの共演が胸熱でした。このお二人はドラマ美しき日々で兄弟役を演じていたんですよね。去年2月に美しき日々の OST をメドレーでこの番組の中でもカバーしたんですけれども、私が初めて見たイ・ビョンホンさんの作品がこの美しき日々だったので、私の中では未だに御曹司のイメージが強いんですよね。ビョン様という感じですね。ちなみに私たちのブルースでのイ・ビョンホンさんは全く御曹司ではなくて、御曹司から一番遠いところにいるような役柄でしたが、こちらもね、とてもハマり役だと思いました。振る舞いが乱暴なんですけれども、心の中に優しさを持っている不器用な男性の役を演じているんですが、歩き方だったり物の扱い方だったり、そういう仕草の中ににじみ出る危うさみたいなものをイ・ビョンホンさんが非常に丁寧に自然に表現していて名演でしたね。で、イ・ビョンホンさんはストーリー全体を通して出演しているので、ぜひこちらもご覧になってみてください。そんなわけでまだまだ語りたいシーンはいっぱいあるんですけれども、これからドラマをご覧になる方にも聞いていただけるように、今回は極力ネタバレなしということで、ドラマ私たちのブルースの見どころをお話ししました。まこぺこさん、素敵なドラマをおすすめしていただいてありがとうございました。また概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも英語でも大丈夫です。 YouTube のコメント欄でも受け付けております。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。 OK